冒頭6件、申し上げます。まず雇用統計ですが、令和4年8月の有効求人倍率は 1.32 倍と、前月より 0.03 ポイント上昇し、8ヶ月連続の上昇となり、都道府県の有効求人倍率は前月に引き続き、すべての都道府県で1倍を上回りました。また、完全失業率は 2.5% と、前月より 0.1 ポイント低下をしております。求人・求職の動向、また労働力調査の結果を見ますと、現在の雇用情勢は、求職者が引き続き高水準にあるなど、一部に厳しさが見られるものの、緩やかに持ち直しをしています。新型コロナウイルス感染症や物価上昇が雇用に与える影響に留意する必要があると考えております。2点目、赤い羽共同募金運動でありますが、今年で76回目を迎える赤い羽共同募金運動が明日10月1日から全国でスタートいたしますので、今日の閣議において各大臣に共同募金へのご協力をお願いしました。この運動は時代の福祉ニーズに応じて、我が国の地域福祉活動の推進に大きく貢献をしており、近年は災害時のボランティア活動の支援にも大きな役割を果たしております。また、新型コロナウイルス感染症の影響により生じている課題も含め、多様化かつ複雑化した地域課題に対応するための支援に取り組んでまいります。今後も国民の皆様のより一層のご支援とご協力をお願いをいたします。3点目であります。オミクロン株対応ワクチンの職域接種についてであります。9月21日より申し込みの受付を開始したところでありますが、昨日29日15時時点で443会場から申し込みをいただいております。申し込み会場数、接種回数については、厚労省によって逐次公表することとしております。これまで10月下旬から職域接種を開始する旨お知らせをしてまいりましたが、具体的には10月24日の週から開始することといたします。なお、すでに準備が整っている一部の接種会場については、10月17日の週から実施が行われる予定であります。過去に職域接種を実施した経験のある一部の会場に対して行った事前の意向調査では、調査対象者の約半分の回答していただいた会場の約半分の会場から実施の意向をいただいたところでありますが、さらにより多くの企業、大学等の皆さんにぜひ実施をご検討いただきたいと考えております。ワクチンの供給量は十分に確保しているところであり、本年中に接種を希望するすべての接種対象者がオミクロン株対応ワクチンを受けられるよう、引き続き自治体、企業等と連携して取り組んでまいります。4点目であります。本日、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産する、いわゆる内密出産に関するガイドラインを法務省との連名通知として発出をいたします。本ガイドラインはいわゆる内密出産を医療機関が受け入れる場合に、関係各機関に求められる対応などをお示しするものであり、具体的には生まれた子どもの保護の手順や診療録の扱い、出自情報の管理方法などを整理したものであります。厚労省としては引き続き相談窓口の整備や包括的な支援の推進など、予期せぬ妊娠をした妊産婦の方などへの支援の充実に努めてまいります。5点目でありますが、電子処方箋については、来年1月の運用開始に向けて、来月末から山形県酒田市をはじめとした4地域でモデル事業を開始し、システムや運用面の最終検証を行うとともに、先進的な取り組みや課題を取りまとめ、全国の医療機関や薬局での円滑な導入につなげてまいります。それに先立ち10月2日に対象地域を中継し、電子処方箋モデル事業フォーラムを開催いたします。私からも医療 DX の大きな柱である電子処方箋の推進をお願いする予定であります。電子処方箋は単に紙の処方箋を電子化するということにとどまるものではなく、処方歴をリアルタイムで確認できるようになること、また医療機関や薬局同士で薬剤情報を簡単かつ即時に共有できるようになること、さらには重複投薬の自動チェックなども可能になることなど、医療の在り方自体を抜本的に改革する極めて意味深い取り組みであります。全国の医療機関、薬局の皆さんにおかれましては、電子処方箋のメリットをご理解いただき、
早期の導入を改めてお願いを申し上げます。最後でありますが、台風15号により静岡県で断水が依然として続いております。改めてお亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。本日8時現在で、水道については約1万1000戸が断水中であり、応急給水で対応中であります。静岡市で発生している断水については、取水口の流木撤去作業が終了し、これに関わる断水は本日を目途に解消される見込みであります。また、水管橋の落橋による断水については、10月5日までに復旧する見込みとの報告を受けております。厚労省では、9月27日に本田大臣政務官が内閣府星野副大臣等とともに現地を訪れ、被災した水道施設をはじめとした被害状況を改めて確認し、私もその報告を受けたところであります。引き続き関係省庁、関係団体とも連携し、応急給水の体制整備、そして水道施設の被害の一日も早い復旧を支援をしてまいります。私の方からは以上でございます。